はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、つまらない本を最後まで読むべきか、そうじゃないかについてですね、今回お話ししていこうかなと思います。今絶賛ですね、僕が読んでる本がですね、正直言ってですね、本当に申し訳ないんですけども、面白さがね、全然わからない本を、ただいま読んでまして、それがですね、メルビルさんの白芸ですね。アメリカ文学者の白芸っていう本を読んでるんですけども、あの読みづらくはない。読みづらくはないけども、全然ね、読めないって感じ。なんかね、面白さもよくわかんないし、アメリカ文学特有ってわけでもないか。老人と海はそんなにダラダラ喋ってないけども、なんかね、言い回しがすごいんですよ。この白芸っていう本、メルビルさんの言い回しが。一つのものを例えるのに、普通だったら日本だったらね、比喩表現って言って、蝶のように舞い、蜂のように刺すとかって、もうそれだったらすごいわかりやすいじゃないですか。これね、メルビルさんは、蝶のようにっていう比喩が3連続ぐらい来るの。蝶のように舞い、なんか蛇のようにスルスル動きみたいな、イルカが水の中を泳ぐかのごとくみたいな、いろんなものに例えるんですね。でそれが、蝶のように舞もあるし、その次のフェーズの蜂のようにもね、いっぱいあるんですよ、例え方が。だから本当にね、一つのことを表すだけなのに、なんか比喩表現みたいなのが、もう3つ4つ連チャンでくるんですね。だからもうね、しまいにはね、何読んでんのかよくわかんなくなって、これ今何を表現してんだっけみたいになっちゃうんですよ。それがね、ずーっと続くんですね。だからね、これ読めてんのか読めてないのか全然よくわかんない感じなんですね。正直言って、面白さがわからないような、つまらない本に、今のところですね、僕はそんな感情で読んでるわけなんですけども、この時にね、僕が思ったこととして、つまらない本ってなんか僕はですね、全然つまらない本でも、読むは読むんですよ。最後まで読むは読むんですね。じゃあこれ、多くの人はね、どういう風に感じて、考えながら読んでるのかなっていう風に、考えてですね、YouTube とか漁ってみたらですね、やっぱり人によってそれぞれですけども、つまらないと感じたんなら、読まなくてもいいという風な意見とかもあって、別に、どっちがいいとかどっちが悪いとかっていう意見がないんですね。でもじゃあ、僕は別に読んでても全然、つまらないからちょっと苦ではあるんだけども、でもその最後まで読むことを、ためらうというか、最後まで読むべきか、それともここで切るべきかっていうのを迷うようなことってほとんどないんですよ。もう読み始めたからに全部読もうっていう感じなんですね。でそれなんでかなっていうのをちょっと自分の中で、自問自答してね、今回考えてみたので、そちらをね、お話ししていこうかなと思います。で、まず話に入る前にですね、つまらない本といってもですね、本の種類をちょっとね、大まかに分けてって、今回自分がお話ししたいところに絞ってですね、お話ししていこうかなと思います。まずですね、本をね、2分割して、小説と、小説以外、ビジネス書とか自己啓発系の本とかに分類するとしたときに、自己啓発系の本とかビジネス書に関して、つまらないなって、感じたんであれば、これに関しては僕はね、すぐ、その本は読まなくていいかなっていうふうに思ってますね。それがやっぱり、ビジネス書とかってやっぱ何かしら自分が得たいものが欲しいものがあって、それを得るために読んでる本で、自分の見当違いだったなって思ったのであれば、やっぱりそれは自分が欲しいと思ったものがその本にはないわけですから、読まなくていいかなと思います。あとはですね、やっぱりビジネス書とかってそうなんですけども、要は掘り出し物、自分が求めてもなかったけども、なんかすごいいいこと書いてくれたっていうパターンがやっぱり少ないと思うんですよ。それはやっぱり本の著者も、例えば、仕事が早くなる方法について書いてる本なんで、その本を読んだら、コミュニケーションが上手くなる方法を学んだっていう、そういうことを学べたっていうね、掘り出し物的なものっていうのが多分少ないはずなんですよ。だから、ビジネス書とかに関しては自分が求めてたものじゃないものだった。かつ、掘り出し物もあまり期待できないっていうことなんで、これはね、別につまらないと思ったら、読まなくていいかなって思います。で、次ですね、小説に関してなんですけども、小説もね、2分割しようかなって思ってて、一つがですね、自分の感性で選んだ本。要はですね、書店行って、自分でぐるぐる回って、これ面白そうと。表紙とかタイトル見て面白そうって思った本。作者も知らないし、別にポップアップがあって紹介されてるわけでもない、何か賞を取ってるわけでもないような本を、自分で選んで、買って読んでみた。こういう場合に関してはですね、これもですね、もし自分の見当違いだったなって思うんであれば、読むのやめてもいいかなって思いますね。今、目利きを失敗したみたいな感じだと思って、この本絶対いい本だと思ったけども、ちょっと自分の想像してたやつと違ったなって、面白さがわからないなって場合には、
さっきと同じでですね、自分が求めてたものがないっていうのと、あとは掘り出し物、小説に関してはですね、自分が求めてないものっていっぱい出てくるんですけども、それにかけるよりかはですね、自分がね、読みたいと思った本を、楽しいなって思える本にね、かけた方がいいと思うんで、自分の感性だけで選んだ本に関しては読むのやめてもいいかなって思います。で、最後ですね、自分の感性じゃなくて、他人が評価した本とか、有名な本とかですね、何か賞を取った本に関して、自分が読んでみて、面白くないなって思った。この本に関しては、僕はですね、最後まで読んでほしいって僕は思います。それがね、今回お話ししたい内容なんですけども、このね、なんでね、僕が誰かに評価された本とか、読み継がれてる本、昔の本で読み継がれてる本とかを、ぜひ最後までね、面白くないと思いながらも読んでほしい理由としてはですね、後々ですね、自分がその本を読むっていう読書ってことを、あるものに例えるんですけども、それに例えたら結構わかりやすいかなって思うんですよ。でちょっとね、話戻るんですけども、この後ですね、僕が例えるもの、読書っていうものをある別のものに置き換えて考えた時にですね、それで考えると、さっき言った自分の感性で選んだ本、これに関しては、もう読書家の人いっぱい本読んできた。有名なところもいっぱい読んできたし、自分の感性で選んだ本もいっぱいね、当たり外れありながらも読んできたっていう人に関しては、そういう人に関しては、自分の感性で選んだ本がつまらないと思っても、最後まで突き進んでもいいかなっていうふうに思えてくるんですね。改めて考えると。で、あるもの、僕が考えたですね、読書っていうものを、あるものに置き換えて考える話をする前にですね、まずですね、さっき言った、有名な本とか誰かに評価された本、なんか賞を取った本に関して、なんでですね、最後まで読んだ方がいいかっていうことに対して、固い理由を述べます。要は、正論っていうかね、もっともらしい理由。多分別にこれを聞いても、硬すぎてね、それを聞いて、じゃあもう最後まで読もうっていう気になる人いないと思うんですけども、ちょっと正論みたいなこともね、話していこうかなって思います。なんで、誰かに評価された本を読むべきかっていうとですね、まず古い本、古典とかっていう本ですね。夏目漱石とか近代文学とかもそうですけども、この本に関してなんで読むべきかっていうとですね、それはですね、時代が変わってもね、読み継がれてる本っていうわけで、それだけでもね、読む価値があるんですね。読み継がれてるってことは、やっぱり、その時代が変わってもですね、その明治の時代に書かれた本でも、令和の時代に読まれてるってわけは、時代がね、全然変わってるわけなんですよ。でも、やっぱりその小説の中には、時代が変わっても変わらない何かがあるから、今の令和の時代でも何かしら、共感とかね、人の心を打ってるんだなって考えるんですよ。だから古い本が今でも読み継がれてったら、それだけでね、やっぱり何かしら今の時代でも得るものがあるんだって思って、読んでほしいなって思いますね。本だけじゃなくても、あらゆるものは時間の流れにどんどん淘汰されていく存在なのでですね、そういうことを考えても、昔あったものがそのままの形で今も残ってるっていうのはすごいことなんですよね。じゃあ一方でですね、最近出てきた本とか、現代の本とかっていう、なんか賞を取ってる、誰かから評価されてる本、これをなんで読んだ方がいいかっていうと、それはですね、同じ現代人の誰かしらがこの本いいなって思ってるわけなんですね。同じ現代人として誰かが評価したってことは、僕も同じ現代に生きる人として、何かしらね、感じないことはないんじゃないかなって思って、何にも感じなかった、何もね、面白くなかったっていう確率の方が少ないかなって思って、何かしら得るものがあると思うんで、そういう意味でね、読んでほしいっていう。それだけですね。なのでね、本当に一括りにまとめちゃうと、その作品が、誰かしら一人でもその人の心を動かしたりとか、その人の心を引きつけた作品である以上、やっぱり同じ人間として自分自身も何かしら、得るものあるんじゃないかなって思って、読むのありかなって思います。はい。ここまでですかね、結構硬い理由で、今のを聞いても、じゃあ読むかってなる人あんまりいないと思うんですけども、こっからがですね、少し考え方を変えて柔らかくしてですね、僕が読書っていうものをあるものに例えるんですけども、これがね、僕の中ではすごいね、ストンって落ちてきた、すっきりしたことなんで、それをね、紹介していこうと思います。じゃああるものですね。読書っていうものをあるものだと思って考えると、意外と、読書っていうものに対して、なんか感じ方がね、異なってくるかなって思うんですよ。それがですね、僕は読書っていうものを、旅行と一緒に考えたんですね。ちょっとキザな言い方をすると、僕結構旅行好きなんで旅するの好きで、自分のまだ見たことがないものとか経験したことがないもの、行ったことがない場所に行くと結構やっぱワクワクして楽しいんですね。それと同じような感じで、僕ってのは、
小説の世界に対して、物語の世界への旅をですね、期待して、自分が知らないこと、考えたこともなかったこと、そういう世界を期待して、読みに行っているというふうにも言えるわけで、物語の世界の旅行をしているわけですね。頭の中の旅行みたいな感じで。で、こうやってね、旅行っていう風に考えると、よくですね、若いうちに海外行けとか旅行いっぱい行っとけって、言われるじゃないですか。でもそういう時って、じゃあ海外に行ったから、その海外に行った人がね、海外から帰ってきて、もうその翌日から、もう人がね、生まれ変わったかのようにね、変わることって、ほとんどないと思うんですよ。同じように、やっぱ、初めて、北海道行きましたと。で、帰ってきて、北海道の絶景とかね、北海道の美味しいものを食べてきて、人が変わるかっていうと、多分変わらないじゃないですか。いい景色見たりとか、いい温泉入ってきたりとかしても、別に変わらないじゃないですか。それと同じでね、どんなにね、名著って言われるような本を読んだからといって、じゃあそれだけで人が変わるかっていうと、やっぱりね、それはあんまり変わらないと思うんですね。で、かつですね、同じようなものを見に行ったとしても、人によって感じ方ってすごい異なると思うんですよ。すごい綺麗な夜景を見たりとか、絶景見たりとかしても、芸術作品を見に、あとはその古代の建物とか見に行ったとしても、人によってはすごい心を打たれたりとか、すげーって感動したりとかするんですけども、人によってはやっぱり何も感じないと。でもだからといって見え方が異なるのは別に不思議なことじゃなくて、それによって誰かを咎めたりするようなことってやっぱりないじゃないですか。だから同じものを見ても、同じ著者、同じ本を読んでも、全然ね、すごいっていう人もいれば、何も感じなかったっていう人がいるのも、それ当然かなっていうふうに思います。で、それに対して、何も感じないのは知性、教養がないからだっていうふうに咎めるのも、やっぱり良くないかなっていうふうに思いますね。それはやっぱ人それぞれの感性によって感じ方が異なるだけなので、ことね、読書に限って教養があるないで、教養がないから理解できないんだと。この作品の姿がわからないんだっていうのもちょっとね違うかなって思います。もちろんね、教養があったら楽しめる部分とかもあると思うんですね。世界的に有名な芸術作品とか絵とかですね、そういうものって意外と芸術作品そのものっていうよりかは、その芸術作品が作られた時代背景とか、作った人のね、人生とか、生き様を知ることによってさらにその作品に深みが加わるっていうのは多分そういうのはね、わかると思うんですけど、だから意外とね、作品そのものというよりかは、作品を作った人とかね、そういう時代背景の方が意外と重要だったりする作品とかもあると思うんで、だから一概に作品を読んで持った感想というか、感じた感性っていうものだけに着目してもね、少し薄いかなって、それだけじゃないかなっていう風な気もするんですよ。だから僕は単純にやっぱ旅が好きで、自分の知らないところを行くのが大好き。で人間で、同じようにですね、物語の世界にも、自分が考えたこともないような世界とか想像したこともないような世界に行くのを結構楽しみにしてるっていう面があるんですね。だから、そのつまらない本を読んでても、こっから何かしらね、自分のなんか気づきがあるかもしれないなっていうちょっとしたやっぱ期待をね持ちながら読んでるようなところはありますね。でも最後まで面白くなくても、なんかね、やっぱ読んだ後ってなんかその読後のね余韻があるんですね。言ってしまえばですね、ドストエフスキーさんのカラマーゾフの兄弟とかって、読んでる時って本当にね、もう全然面白くないんですよ。つまらないなーみたいな感じなんですよ。時にはね、面白いシーンもあるんですけども、本当にね、すごい眠くなるなーっていう本なんですよ。でもね、読み終わってみると、なんかやっぱあれはあれですごい作品だったのかなって、なんか読んだ後にじわじわと気づいてくるような感じもあるので、やっぱそういうのも期待しながらですね、読んだら読んだで、何かしらね、得るものあるんじゃないかなって思って読んでますね。はい。これがですね、僕が、本に、求めてるものっていうのかな。なぜ本を読むのかっていう理由にもつながってくるかなと思うんですけど、つまらないけども、でもそれは自分の知らない世界とか自分が想像したこともない、物語の中に旅行してるんだなっていう気分で。旅行もそうですけど、一度行ったところで、ここはもう二度と来ないかなみたいないうところもあったりするので、そういう作品だったって思えばですね、別にそんなに読んだ時間が無駄になったって思わなくてもいいかなって思うので、やっぱりどこまで行ってもなんか知りたいって感じですね。どんな感じなのかと。その風景を見たら自分どんな風になるんだろうかってのを知りたいっていうだけで旅してるっていう感じもあって、読み終わった後ってどんな感じなのかなっていうのを考えながら、最後まで読もうっていう気が働いてるんですね。はい。そんな感じですね。はい。ではですね、今回はですね、つまらない本を読むべきか読むべきじゃないかについてですね、僕は、何かしら評価されている本、誰かが評価した本であれば、最後まで読んでほしいと。それはですね、何かしら得るものがあるんじゃないかと。自分の知らない世界とか、そういうのを知れるきっかけになるかなって思うので、読んでみてほしいって思ってます。でも
本に求めるものって全然人それぞれ違うので、やっぱり楽しい本を読みたいっていう人は、楽しくないなと思ったら別に読むのやめてもいいと思うので、そこは人それぞれ自由かなって思います。何かしら参考になったら嬉しいなって思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。